どうも、ジェビーです。素人が一からサウナメーカーを立ち上げています。前回ね、いろいろ、このね、卵の、加工のね、アイデアができて、いいアイデアがね、出たというところで、終わったと思うんですけども、ここでね、ちょっと話が変わって、材料の話を今日はしていきたいと思います。で、案がね、一応整ったんで、よし、材料を、確保しよう、確保してたんですけど、その前にですね、以前に先輩から、木材商の先輩から、このサーモウッドっていうね、加工があって、それがね、サウナには非常にいいんだっていうね、話をね、聞いてたんです。で、もう一回ね、じゃあサーモウッドやりたいなと思って、どっちみちね、その、高温多湿でね、ハードな状況で使われるもんなんで、やっぱりこう、木がね、反ったりすごくしやすいんですよ。特に座面とか、いろんな場所が、こうぐーっと反り上がったりとか、卵はね、こう礎石済みなんで、動かない方が、動いても大丈夫なんですけど、動かない方がいいのかなということで、これちょっと一回試したいなということで、そのね、サーモ処理をかけて、卵をね、一回組んでみたいなというふうに思って、よしと、じゃあ一回サーモ処理をやってみようということで、いろいろ調べていくうちにですね、調べていくうちにというよりかは、その木材商の先輩がね、教えてくれるんですけど、サーモウッド処理、サーモ処理か、サーモ処理すると、木材はね、こう5%から6%ぐらいこうちっちゃくなるんですよ。で、おおと思って、それね、結構重要なんですよ。5%から6%ってもしかしたらね、数字的にはちっちゃいんですけど、例えば30ミリ厚で5%縮んだら1.5ミリぐらい縮むことになるじゃないですか。そうなると、あれ100段ぐらい積み重なってるんで、15センチとかちっちゃくなってしまうんですよね。そうなると、どれぐらいね、形に影響を及ぼすかっていうのは、結構未知数だなと思って。で、デジタル上でね、確認は取れるものの、その見た感じがどれぐらい変わるのかっていうのは、やっぱ一回作ってみないと分かんないじゃないですか。で、それをトライするのはちょっとなと、それね、形確認するだけになんか作ってみるっていうのはとてもじゃないけどできないし、でも、一回ね、この、やってみる時に、その形が変わるのは嫌だなと思って、じゃあその材をね、もともと材を大きくしないといけない。で、今は、厚みが30ミリのね、幅が105ミリっていう、10.5センチのね、板を、まあ、ショップボットという機械に通してガーッとこうね、これぐらいのパーツに切り出していくんですけど、その板自体を大きくする。こういうことをしないといけないですね。で、じゃあ5%のね、縮みに対応できる木材を探すとですね、これがね、意外とないんですよ。で、木材って適材って言って、非常に流通している、木材のことを適材って言うんですけど、その例えばホームセンターで言った 2x 包材なんかはね、よく、あれは適材ですよね。だからああいう、よく使う使用感の木材って、適材って言って、それは汎用性が高いので意外と安価で手に入るんですけど、そこからずれると非常に高額になってしまうんですね。で、高額にならなくても納期が非常にかかるとか、そういった問題が発生するんですね。で、いや、この問題にぶつかると思ってなかったので、わあっと思って。で、なかなかその思うね、僕が思うサイズが意外と手に入らなくて、いや、どうしようかなと思いながら、悩んでて、いや、これ悩んでも仕方がないなと思って、そのね、先輩に木材商の先輩いるので、そこに連絡して、ちょっと材料で困ってるんだみたいなことをね、言うと「じゃあ一回会社遊びおいでよ」みたいな感じで、会社の方に遊びに行かしてもらって、行ったんですよ。で、その先輩ね、まずそのこの卵をね作りたいんだっていうことをね言ってると、僕は一回作ってますし、また趣味でするのかなと。
いう感覚で、いたらしくてで「いやいや違いますよ、事業でするんですよ」みたいな。で事業プレゼンをね、したんですよ、パソコン開いて。ほんならやっぱすごく喜んでくれて「おおそうなん」みたいな「事業でやるんだったら手伝いやすいわ」とか言って、でまあ非常に微笑ましく聞いてくれて、でだったらいろいろ教えてやるわみたいな感じで、その工場をね案内してくれたんですよ。その丸太から原木がここに入って、でここで、一回ストックして、で、木材の発注が入ったらまあこう切っていくと、板にして、で板にしてこの耳みたいなのがついてるんですよね、皮みたいな。それ取って、でこれをまあ乾燥機に入れてみたいな一連の流れをね全部工場を回りながら教えてくれて、まあ、工場もね大きな工場なんで、もう機械もでかいですし、すごい迫力あってむちゃくちゃ面白かったですけどね。やっぱなかなか見れないじゃないですか、そういうのって。だから僕はもうワクワクして見たんですけど、でまあ一通りのね、あこうやって僕もね木材結構使ってるけど、こういう風にして木材って出来上がってるんだなっていうのはね初めて知れたんで、めっちゃ面白かったですね。その結局まあ一次加工二次加工乾燥で、そっから用途に合わせてまたね別の工場とかに行くんですよ。こうフローリング作るとかフローリングばっかり作るし、その柱みたいなところ、柱みたいなものを作るところ、柱ばっかり作る工場に流れていくんですよね。でそういうのもね、なんか一箇所でね全部できるような僕はね気がしてたんですけど、みんなそうじゃないですか。なんか木材って一個の工場があって、そこで全部なんか作られてるようなね、僕は勝手なそのイメージあったんですけど、意外と細分化されてるんですよね。柱は柱、フローリングはフローリングみたいな感じで、まあそんなもんね知れてよかったんですけど、でそれこそねその等級とかもあるんですよ。これは一等とか、準一等とか、あと上古節とかね、なんかすごいランクが、ちょっとね覚えてないな、67ランクぐらいありました。でこういうふうに、オーダーすると、まあ、お互いのね疎通をすごくしやすいんだよとかね、そういうところまでね、めちゃくちゃ教えてくれて、でそうなんだと、こういうふうにオーダーすると分かりやすいんだとかね、非常に理解できたんですよ。で、そこからですね、何を話したかったのかな。で、レクチャーしてくれて、でまあそのねその先輩がね「いやこんな卵サウナみたいなもの、あんな手間がかかるものは、手間の塊みたいなものは僕たちプロには想像できない」と。素人の順平ちゃんやからあれができるんやでみたいな感じでね、ちょっとこう心温まるメッセージをねいただきながら、いただいて、でもこのまま今の僕のまあ事業プレゼンしたんで、まあいろんなことが伝わりますよね。するとこう家とかはやっぱりその都度その都度見積もりを書いて金額が決まっていくじゃないですか。まあ、それだといいんだけども、木材価格っていうのは常に変動していると。変動しているので、おそらく順平ちゃんのサウナはまあ一定の価格だろうと。じゃあきっと価格上昇した時に思いっきりそれのね価格上昇のストレートパンチを食らってしまうということを、教えてくれて、まあ、必ずねその仕入れの紙ぶち当たるんで、まあ、そういうね今からまあ価格上昇局面なんで、まあ、海外ねずっと価格上昇している、日本も価格上昇していくんですよねこれから。まあ、物価が上がっていく流れの中でそこもねやっぱ視野に入れてちゃんと練り込んだ方がいいぞみたいなねことをね言ってくれて、僕はもう価格木材って一定じゃねえのみたいな平和な脳みそしてたんで、そんなはずはないみたいな。でいやこれはねほんま良かったですね。もう平和にこう木材って価格が一定なんじゃないかって勝手に思ってしまってたんで、確かになと、これ上昇局面になった時にむちゃくちゃ、ストレートパンチ食らうなと思って、なんかそれも踏まえてねもう一回練り直した方がいいんじゃないかっていうようなことをね、教えてくれて、でまあ全然ね答えが出たわけじゃないんですけど、なんかねやっぱほんの少しですけどこう事業に対する思考みたいなのがね深まった気がしましたね。
これをね、このね、気づきというか、こういうのに出会えるか出会えないかってめっちゃでかいと思うんですよね。で、こうやってね、事業ってね、研磨されていくんだと思うし、より良い、サービスになっていくと思うんで、もう一回ね、いろいろ熟考していきたいと思います。でね、次はね、木材ゲットして、そのサーモ処理するね、工場のとこに、運んだよみたいな話がね、できたらと思います。じゃあ次もまた聞いてください。